slow. We'll be counting the stars that dot the dark of a night sky. Sipping red wine on the show. The time is right, don't you feel the time is right? Tonight, 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 tonight. Slow. We'll be counting the stars that dot the dark of a night sky. Sipping red wine on the show. The time is right, don't you feel the time is right? Tonight, 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 tonight. Tonight, 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 tonight. うわすごいね。何これ？これはね、長芋のグラタン。うわ大好きなやつだ。お疲れ様、ありがとうね。ああ、美味しい。飲みやすいの。うわ美味しそう。美味しい。よ美味しい。かったよかった。すごいね、これ海鮮の出汁すごい出てしニンニクのさ、コクも出てすごい美味しいんだけど、弱火でニンニクを炒めて、で白ワインをちょっと入れて、その後アサリとかエビも入れて、蒸すの弱火で。そうするとうまくいくみたい。美味しそう。うわ綺麗。ふわふわだ。美味しい。笑っちゃうね。よかった。美味しい。幸せ。いや、美味しいもの食べるって本当幸せになる一番簡単な方法だよね。そうだね、ちょっとそう言ってもらえると、今日ちょっと落ち込んでたから。あ、そうなの？どうしたの？ちょっとね、ブランドの開発がさ、あんま思うようにいかなくてさ、ちょっとスケジュールが後ろ倒しになりそうで。
そうね。うん。まあでも初めてのことだしね。最初からそんなうまくいかないでしょ。そうなんだけどね。でもね、まあ待ってくれてる方がいるんだったらとっても申し訳ないけどね。そうなんだよね。申し訳ないなって思って、でもちょっとね、今やれることやるしかないな。でも納得してないものを出してもね、誰もハッピーじゃないし。そう思って、納得いくまで、とことんやろうかなって思ってる。
週も最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。なんかおまけコーナーで今週もおしゃべりを最後にさせていただこうかなというふうに思っていて、でなんかおまけコーナーっていうのもちょっとなんか違うなって自分の中で思ったので、おまけのお茶会最後の、このコーナーの名前を皆さんにちょっと考えていただけるとすごい嬉しいです。今週の動画は私がねちょっと最近、メンタルがこうちょっと不安定になることがあって、そのメンタルの保ち方だったり過ごし方っていうところを少しご紹介させていただいたんですけれども、メンタルの保ち方ってやっぱり人それぞれ違うと思うし、その時の環境にもよって様々だと思うので、本当に参考になる部分があればかいつまんで実践してもらえると嬉しいなっていう感じなんですけれども、やっぱりね日々過ごしてるとメンタルって不安定になりますよね。私も本当にありがたいことに今やりたいお仕事とかをやらせていただくことがすごい多いんですけど、そんな中でもねやっぱり悩みは尽きないですし、楽しいことばっかりじゃないなっていうふうに日々すごい思います。私の場合はそのクリエイティブのお仕事なので、いいものを作りたいって思えば思うほどこう自分でハードルを上げるような形で悩みがこう増えていくっていうお仕事でもあるので、なんかその自分の中の揺らぎとうまく付き合いながらやっていくしかないなっていうふうに最近はすごい思ってます。で、業種はちょっと皆さんとも違ったりするところもあるかもしれないんですけれども、共通するお仕事のお悩みってたくさんあるかなっていうふうに思っていて、で今回その私のお悩みだけじゃなくて皆さんからまたインスタグラムでお悩みだったりとかご質問をいただいたので、そちらをご紹介しながら私なりの考え方だったりとかをシェアできたらなというふうに思います。本当に皆さんたくさんお悩みがあるなというふうに思っていて、結構今回重ためのお悩みが多かったなっていう印象です。でまず1つ目のご質問ですね。こちらの方は新卒2年目の方で、会社の人事異動によって上司が移動することになり、人員が補填されることなく2つの大企業を1人で担当することになり戸惑っています。自分のできなさが目立つのと同時に業務量が多くて不安でいっぱいです。自分の技量に見合っていない仕事をずっと続けることでいつか壊れてしまいそうな気がしています。こんな時どのようにしていくのが正解なのでしょうかっていうご質問です。いやこれは大変ですね。本当大変なことですね。私もこういう時ありました。社会人経験がまだ浅い時に結構ボリュームの大きい業務量の中でプレッシャーがかかるような仕事のタイミングっていうのがありましたね。いや苦しかったな思い出すだけでもちょっと辛い気持ちになって心がキュッてしますけれども、キャパオーバーのお仕事の環境に対してどう対処するべきかっていうことだと思うんですけれども、まず一つ言えることは、そのお仕事のその人事異動であるべき人員が会社で用意できていないっていうことはご質問者様の責任ではまずないっていうことです。自分を責めてしまうっていうふうにおっしゃられているんですけれども、そこに関してはあるべき人員が補填されていないっていうこと自体が、そこがちょっと間違っているっていうところで、まずそこは会社の責任になるのかなっていうふうには思います。ただね、会社ってそんなに柔軟に現場に対応できるものでもないので、現場でなんとかしないといけないタイミングって訪れてしまうのかなというふうに思っていまして、ポジティブに捉えるのであれば、私の経験談からお話しすると、やっぱりそういうキャパオーバーのお仕事の環境のタイミングですごい自分が成長できたなっていうふうに今思うといい経験だったなっていうふうに思っています。私そのものづくりっていうのはすごく得意としているんですけど、そのものをいかにいいものなのかって紹介する
例えばプレゼン資料だったりとか、それを作るための計画書だったりとか、そういう業務がちょっと苦手なんですよね。でただ私も大きなプロジェクトが重なって任せてもらった時に、やはりそういう資料の作り込みっていうのがすごく要になるので、そういった資料作りっていうのも自分なりに研究したりとか、先輩が作った資料だったりとかを参考にしてどんどんアップデートをすることで、自分が世の中に出したい作品をより魅力的にプレゼンできるようになったなというふうに思います。なので本当にポジティブに捉えると、自分のその業務外のものとかでも積極的にその時経験することで、自分が成長できるっていうふうに考えられるのかなというふうに思います。ただね、この渦中にいるとどうしてもそういう風にはちょっと捉えられないというか、絶対に余裕がなくなるので、物理的に。なので、まずはその会社にね、その人員補填を急いでもらうっていうところはやりつつ、今できることを自分なりに整理して一生懸命やるのがいいのかなというふうに思います。心が壊れてしまうんじゃないかっていうことも心配されていらっしゃったかと思うので、絶対にそうなる前に逃げていいと私は思いますし、心が壊れてしまうっていう問題とその会社のプロジェクトの責任っていうのはまた別物なので、それはきちんとそうなってしまう前に会社にきちんとその現場の状況が伝えられるような内容を整理して、ちゃんとね人員補填を急いでもらうっていうのがいいかなというふうに思います。重ためのご質問が多いのでちゃんとうまく伝えられてるか心配なんですけれども、ちょっと皆さんの意見も聞かせてください。で、2つ目のご質問ですね。結婚を機にやったことがない飲食業へ転職しました。しかし臨機応変さとスピード感が求められて、以前の仕事とはまた違った別の意味で大変です。視野が狭い私には無理な世界だったかもと最近心が折れかけています。辞めたいけど条件の良さに抜け出せず、勢い力がないまま周りの迷惑になるのも嫌で、自分もまたやらかしたと毎回落ち込むのも疲れてしまいますということですね。これは、業種を変えて、環境に馴染めないっていうお悩みになるかなというふうに思うんですけれども、当たり前に業種を変えたらその業種の1年生になりますので、なかなか先輩たちのように業務をスムーズにできないっていうのは当たり前かなというふうに思います。向き不向きは絶対あると思うので、本当に向いてないっていうふうに思うのであれば、いくら待遇が良くても自分のライフスタイルを犠牲にしてまでそのお仕事に就く意味はないかなというふうに思いますので、期間を決めて、例えばあと3ヶ月とかお仕事を続けてみて、それでもちょっと自分には向いてないなっていうふうに思うのであれば、もう一度そのお仕事を探すっていうのもありなのかなというふうに私は思います。ただお仕事を辞めるっていうのはもちろん簡単ですので、そうは言ってもそういった待遇が良かったり全てが当てはまる職場っていうのはなかなか見つからないと思うので、自分の中でプライオリティが高いところがどこなのかっていうのを一度整理するのがいいのかなというふうに思います。やっぱり待遇が一番優先度が高いっていうことであれば、今のお仕事をもう少し慣れるまで頑張ってみてもいいですし、ただその先に自分がやりたい職種だったりとか目標があって、今の経験がねそこにつながってないっていうことであれば、時間がもったいなくなってしまうと思うので、今の仕事場じゃなくてもいいかなというふうに思いますので、自分の中でそのお仕事の業種がどういったものを与えてくれるのか、優先度が高いのかっていうところを一回整理してみるのがいいのかなというふうに思います。でもね、新しいお仕事になれるのって大変ですよね。私もその今のブランド作りとかって、ものづくりはものづくりでも、そういったプロダクトを作るっていうこととはまた違った広告の世界にいたので、異なった大変さがあって、もう全て今新しいことを吸収して学んでいる時期で、辛さだったりとか悩みも、たくさんあるので、最終目標が何なのかっていうことが自分のモチベーションになるのかなというふうに思います。うまく話せてるかしら、心配
次3つ目ですね。反りが合わない人との付き合い方についてですね。職場で人によって態度を変える上司がいて、私には口調が荒く、イラついてしまいますっていうことです。いや、よくありますよね。なかなかね、その反りが合わない方と働くのって本当に大変なことだなというふうに思っています。そういう会社に勤めたりとかパートアルバイトだったりとかしても、その環境で働くっていうことになると、どうしてもその環境に合わせなくちゃいけないっていうのが大前提にあると思うので、自分でねそういう人付き合いをなかなかこう選ぶのが難しいのかなっていうふうに思うんですけれども、私はまずは反りが合わないその原因を整理してみるのがいいのかなというふうに思っていて、その上司の方も質問者様もそれぞれが多分正義を抱えていて、どっちが間違ってるとかじゃない可能性もあるかなと思うんです。その上司の方の特徴だったりとか、その抱えてる正義って何なんだろうって一回想像して書き出してみて、自分が抱えてるその正義は何なのかっていうのを書き出してみて、でその次にどういった部分がぶつかってしまうポイントなのかっていうことを書き出します。簡単でいいと思うんですけど、そこを一回整理してみて、でちょっとこう考え方的にはゲーム感覚じゃないんですけれども、その上司の方が抱えてる正義に一回こうちょっと合わせて自分も対応してみて、それでもし上司の方の対応だったりとかが良くなるようであれば、またその自分の考え方も変わるのかなというふうに思っています。私もね、その苦手な人とかってすごくこう職場にはいたので、あんまりねできるだけ関わらないっていうのが一番なんですけれども、そういうわけにもいかない方が多いかなっていうふうに思うので、その衝突してしまう原因だったりとかポイントっていうのを一回洗い出してみて、スムーズにいくようであればそれに越したことはないかなというふうに思うので、一回こう自分の正義を引っ込めて相手にこう合わせてみて、円滑に関係がいくようになったら話し合ってみる、打ち解けてみるっていうのも一つの点なのかなというふうには思います。そのね、職場にずっといらっしゃるっていうことであればそういう時間を設けてみてもいいのかなというふうに思います。私も何度かそういうことを実践して本当に反りが合わないなって思っていた方と、結果仲良くなったっていうエピソードとかもあるので、ギスギスしてね働いてるとなかなかうまくいくこともうまくいかなかったり、そのことでこう頭がいっぱいになって、せっかくのお休みがね台無しになってしまったらもったいないと思うので、一回こう上司と仲良くなるゲームみたいな感じでチャレンジしてみてください。はい、ちょっとたくさんねお悩みについて私なりに考えてお答えしてみたんですが、いかがでしたでしょうか。本当にね、その自分の悩みとかも照らし合わせながら、皆さんもたくさん悩みがあるんだなっていうふうに思って、この数日すごい考えてました。全てのお悩みに共通するのは、その0から100にいきなり良くなるっていうことはありえないことなので、まずは例えば1年後とかにどうなっていたいかみたいな大きな目標を決めてから、そこから逆算して、じゃあ1ヶ月後にどうなっていたいか、1週間後何か少しでもできることはないかとか、俯瞰した目線で目標を持って今やっていることって合ってるんだっけとか、環境が今合ってるんだっけっていうことを考えるのがいいのかなというふうに思います。そう言いながらもね、私も自分のことになるとたまに迷子になっちゃうので、皆さんも同じかなというふうに思いますので、あまり気負わずにお互い自分の目標に向かって悩みにたまに寄り添っていきましょう。ではまた来週お会いしましょう。みこでした。